それではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんなとこはとっとと出ようぜ。でも牙はまだ動けないよ。だから昨日のうちに出てってりゃよかったんだよ。ここに住むのも意外といいんじゃなかったのか。出よう。こんな怪我して腹ペコのままじゃ無理だって。原作の野茂さんと「カウボーイビバップ」という作品があってですね、でそれの打ち合わせで、結構話をしている中で、狼ものをやりたいと。その時は楽園もついてなかったん確かね。狼が旅する話をやりたいって言ってて、単純に面白そうだな。そのビジュアル的今のウルフズ・レインのビジュアルとかそういうのとは多分全然違うイメージ、野茂さんの方も受け取った自分の方も全然違うイメージだったと思うんですけれど、そういうよもやま話をしていたっていうのが最初ですね。だからもう5、6年ぐらい前だと思うんですよね。あんまり限定しない、ファンタジーっていう言葉でくくられるんであればそうなのかもしれないぐらいのイメージなんですよ。だから地球とも言ってないですし、例えば未来であるっていうとその視聴者の立ち位置からまず始めるじゃないですか。その作品捉えるのに未来っていったらもう自分の今いる位置から何百年後とかいう想像力を狭めてしまう固定観念ってあるじゃないですか未来。それはちょっと避けたいな今回の話ではっていうんで、そういうのは全く取り除いてますね。想像以上の作品にはなってると思います。アニメーション、特にアニメーションはそうだと思うんですけれど、いろんな、クリエイターの方とか、例えばキャストの方とか、音楽も新しい菅野陽子音楽っていうのを出してもらってますし、そういうのが組み合わさって最終的に今上がってるフィルムになるんで、それは全然想像以上の力を持った作品になってると思いますし、特にキャストの方は若い方が中心でキャリアのある方に脇固めてもらってみたいないいバランスでやってもらってますし、その若いその4人の狼くんたちがすごくいい味っていうかいい演技してもらってるんで、それも想像以上にこの完成にっていうかこの作品を魅力的にしてくれてると思ってます。お前ゆうべ何してた？駅であいつにやられた傷だけじゃねえだろ。どうでもいいけどよ。見たことがあるんだ、ガキの頃。ああ、まだ赤ん坊だった。俺が生まれたところには一面に咲いてたんだ。何の話だ？一番最初にとにかく牙を決めようっていうことになって、ピュアな声で、野生味があって、でもちろん芝居もちゃんとできる子っていうのを、何人かオーディションしてもらって、その結果の宮野君っていうことになったんですけど、でそれからは各キャラの個性に合わせてこうだんだん割り振っていったっていう風な感じで、決めてはいったんですけど、実は一番ずれるかなと思ったのはヒゲなんですよ。これちょっとずれてるんだけど、聞いてるうちにだんだんなんか馴染んでくるかな。でもちょっと最初想定してた声とはまたちょっと違う感じのしゃがれた感じの声の人を選んじゃったんで、もしかしたらあんまり最初はちょっと耳に触るかなと思ったんですけど、これがやっぱり1話から聞いてたらちゃんとしっくりとこうピタッとはまったんで、ちょっとびっくりしましたね。そうですね、今後意外な怒涛の展開が次から次へと起こると思いますので、1話ごとに話が変わっていくぐらいの、感じになってますんで、集中力を高めてみていただきたいなと、思っております。難しいんですよねこれがね。ドームの中に行ったり街に行ったり砂漠に行ったりとかいろいろ移動しちゃうもんですから、ベーシックなものっていうのがなかなか絵の方もそうだと思うんですけど、なんせ移動するもんで場所が特定できないんで象徴的な音があんまりないんですよね。
本当は素足でずっと歩いてるはずなんですけど、ね、革ジャンの格好とかで歩いてる時にね足がタタって言っててもちょっとかっこ悪いので、音ボケで2本足になったりっていう、そういうところをあんまり違和感なく感じられるようにっていうところですね。今回も菅野陽子さんに、曲を作っていただいて今回は割と贅沢な作りをさせてもらっているので、この日進月歩をバージョンアップしていくとどんどんターニングポイントを迎えて大きく変革していくので、またそれに合わせて、そういう音楽をまた作ってもらったりっていう形を取れてますので、多分他の作品よりもおとなしいところとかうるさいところとかはっきりしてる作品になってますので、そういうところを楽しんでお話の一つ一つをねちゃんと聞き逃さずやっていただけると、結構みんなが話数進むごとに絡んでくる部分がたくさんありますので、ワンシーンワンシーンをちゃんと拾ってみていただけると多分最後まで楽しんでいただけると思いますので、どうぞよろしくお願いします。